皆様こんばんは。こんばんは。ドラクエ 3HD2D が11月14日に発売となりましたので、スイッチのダウンロード版を購入してきました。早速、こちらをプレイしていこうと思います。なお、今回はウプ主にも登場していただき、解説していただこうかと思っています。ウプ主です。改めてよろしくお願いします。それでは、早速主人公の名前を決めていきましょうか。名前はどうするか決めているんですか？特には決めていなかったのですが、8文字も入力ができるので、絵に描いた餅にしておきます。ひねりが全くないですが、気にしないでおきます。続いて、スタイルの選択です。セクシーギャルにするならば、ルックス B 一択なのですが、ここでは、ルックス A を選んでますね。勇者の性格は迷いましたが、タフネスでゴリゴリのタンクを作ることにしました。さて、それでは物語の本編に入っていきます。スーファミ版と比べて、音楽や映像が段違いに良くなってますね。私の声聞こえますか？そう、こちらです。おー、ボイスも入るんですか。この時点でもう胸熱ですね。いや、本当にそう思いますよ。他にも変更点ありそうですし、楽しみが広がりますね。勇者を操作できるようになったので、早速出口の方へ向かいましょう。なんと、B ボタンでダッシュ可能になりました。これは、FF からヒントを得たのでしょうか。この機能はグッドだと思います。さて、ここからはスーファミ版と同じ性格診断が始まります。タフネスを狙っていくので、どんな理由であれ一度交わした約束を破ってしまうのは許されないことと思いますか？という質問は家を選び、それ以外ははいを選びましょう。それでは、質問が終わるまでスキップします。質問ラッシュが終わりました。そしてこれから地獄の石運び ×40 回が始まります。タフネスは、この石運びが本当に面倒です。夜中にプレイしていたせいもあってか、単調作業の繰り返しなので、途中寝落ちしてます。これを40回ですか。確かに単調作業で眠くなるのもわかる気がします。なお、今回のドラクエ3では、6回目、20回目、40回目で、どれくらい終わったかがわかるようになっています。今、何回終わったかの目安がわかるのはいいですね。40回こなすのが面倒なのは変わらないけど。さて、これでラストの40個です。終わったら、画面左側に進んでいきましょう。いやー、本当に長かった。次やるときは、ルックス B にして、セクシーギャルにすることにします。ちなみに、これをプレイする前に、何も情報なしで性格診断したら、一匹狼でした。あながち自分の性格と当たっている、のかもしれません。それでは、準備ができたので、ようやく本編スタートとなります。しばしオープニングをご覧くださいませ。
時間じゃな。はい。あの子を起こしてきますね。起きなさい。起きなさい。私の可愛いお寝坊さんや。おはよう。もう朝ですよ。今日はとても大切な日。あなたが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。この日のためにお前を勇敢な子に育て上げたつもりです。さあ、母さんについていらっしゃい。さて、操作ができるようになったところで、今回のプレイするウプ主について、少しお話をさせていただきます。ウプ主はファミコン版のドラクエ3をプレイしたことがあり、当時は攻略本を見ながらなんとかゾーマを倒しました。確か、スーファミ版もやったことがあるような気はしていますが、こちらについてはあまり記憶がありません。当時のドラクエ3を懐かしみつつ、今回のドラクエは縛りプレイなしで、楽しんでいこうと思います。また、他の YouTuber さんのような、ものすごいプレイもできたらいいんですが、そんなプレイスキルはないので、あまり期待しないで、ラジオ感覚でご覧くださいませ。過去作の RTA のタイムチャートを見たことがありますが、あれ実行するのにも、それなりにプレイスキルが必要なんですよね。自分には無理と思ったので、今回はまったりプレイしていきます。お城に到着しました。このまま王様に会いに、行く前にお城の周りの物色タイム行ってみましょうか。それでは物色タイム。物色が一通り終わって満足したので、王様に会いに行きましょう。よくぞ。オルテガ殿のご遺品は全く見つけられませんでした。そうか。しかしオルテガほどの者がやられるとは。夫は立派に戦いました。きっと本望だと思います。すでに母から聞いておろう。そなたの父オルテガは戦いの末火山に落ちて亡くなってしまった。しかしその父の後を継ぎ旅に出たいというそなたの願い、しかと聞き届けたぞ。そなたならきっと父の意志を継ぎ世界を平和に導いてくれるであろう。敵は魔王バラモスじゃ。ここで初めて旅の目的が聞かされます。ほとんどの人々はもうすでにご存知の方も多いと思いますが、あくまでこの時点では、バラモスが最終目標です。だがこのままではやがて世界は魔王バラモスの手に。それだけは何としても食い止めねばならん。若き勇者よ、魔王バラモスを倒してまいれ。
しかし一人ではそなたの父オルテガの不運を再びたどるやもしれぬ。町の酒場王様から旅の資金50ゴールドをもらって、いよいよ冒険スタートです。仲間たちの毎回思うのですが、50ゴールドだと少なすぎやしませんかね。勇者としてどうなのかというのはありますが、旅の資金が少ないので、どうしても物色が必要になります。ほんと、それなんですよね。だって、この後は、ルイーダの酒場に行って仲間を見繕ってこなきゃいけませんが、その仲間の装備がほとんど買えない。仕方ありませんので、まずはルイーダの酒場に行くことにします。おっしゃる通り、まずはルイーダの酒場で旅の仲間を探すのです。ルイーダの酒場にやってきました。キャラメイクは省略しますが、勇者、盗賊、僧侶、魔法使いを初期メンバーとして世界を冒険していこうと思います。X の方には投稿しましたが、最終的には、こんな感じで転職をして、クリアを目指そうと思っています。動画がだいぶ長くなってしまったので、今回はここまでとして、次の動画から世界に旅立とうと思います。それでは、また次回お会いしましょう。ウプ主さん、頑張って最後までプレイしてくださいね。頑張ります。